それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、なぜあの人は連絡しないのということで見ていこうと思います。よろしくお願いします。あの人が連絡しない理由と、連絡は来ますかということで見ていきます。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方は、こちらの選択肢のカードです。で、早速なんですが、もうこちらのオラクルカードで、なぜあの人が連絡をくれないのかっていうことを出しています。なので最初にこちらから見ていきましょう。はい、こちらの1枚です。このカードは行き詰まりを表しています。あの人が連絡しない理由として、まず今ちょっとだけ動けない状況だからかもしれません。あの人はまるで足元がぬかるんだ場所にいるみたいに、どう進めばいいのかわからなくなっているみたいです。迷っているのかもしれません。しかしずっとこの状態が続くわけではないです。大切なのは焦らずに見守ることです。ゆっくりでも確実に動き出す日がやってきます。あなたも気持ちを整理して落ち着いた心で待ってみてくださいというメッセージのカードなんですね。今ぬかるんだ場所にいて少し迷いが見られるということで、お相手とあなたとこれからどうなっていくのか見ていきます。はい、それでは見ていきます。左側があなたで、右側がお相手、そしてお相手が動いてくるのかどうかっていうのも出しています。あなたの今考えていることにソードの7番で、お相手が考えているところにカップの2番です。お二人の関係性としてはチャリオットのカード、あなたの本音のところに運命の輪、お相手は女司祭のカードが本音に入ってきています。やっぱりちょっと考えたいかなっていうところが入っていて、今自分の心と、そうですね、自分の心の整理をつけるというか、自分は本当はどうしたいんだっけっていうのを考えている最中なのかもしれません。少し感情が不安定と言いますか、そういう状況にあると思いますね。ぬかるんだ場所にいて、そこから今出てこようとしている最中っていうのが入ってきます。でも近々はっきりすることが出てくると思いますね。こちらも見ていきます。そして今のお二人の課題点っていうところでワンドの8です。お相手が動いてくるのかっていうところはペンタクルの2番、アドバイスカードはワンドの4番です。はい、ということでお相手近々動いてきます。なので焦らずに待ってみてくださいっていうワンドの8、ワンドの8は急展開を表すんですね。それが課題点のところに入っているということは、急ぎすぎないことですね。はい、そしてあなたが今考えているところなんですが、一人で考えすぎずに、そしていろいろ考えてしまって、それを行動に出そうとしていませんかとか、決断しようとしていませんか。考えすぎているっていうのが入ってきています。一人で抱えて誰にも話さずに、そしてお相手の様子も状況もよくわからないまま、自分でもう連絡来ないからダメなんだっていうことで決めつけてしまっているところがあるかもしれません。またはお相手に何とかして連絡取ろうと思って一人で頑張っているような様子も伺えます。しかしここ見てください。お相手カップの2番出してくれているので、これはあなたに対するお気持ちや今あなたのことをどう思っているのかって考えていることを出しているんですね。つまりはあなたと二人きりの時間が欲しいなとか、あなたのことを考えています。恋愛対象としても見ていますし、もちろん好きです。だけど今連絡をしない理由っていうのは、少し混沌としているような状態、自分の心の中を見つめ直している最中っていう感じが入ってきますね。あなたの本心っていうところは運命の輪なので、やっぱりチャンスが訪れるといいな、転機を待っている、きっかけを待っているとか、きっかけがあれば自分から動き出そうっていう、そういう気持ちもあると思うんですね。そして結構いい感じのお二人だったと思うんです。それがお相手の方から連絡来ないので、あれどうしたのかなっていうふうにあなたが感じているっていうところなのかなと思います。何か喧嘩をしたから連絡しなくなっちゃったとか、そういうことではなくて、今少しだけ待ってみてください。
このお相手の状況がはっきりと浮き上がってくれば、またはお相手の心の中の整理がしっかりとつけば、また再びあなたと連絡したいなってことを考えています。そんなに連絡取れなくなって間がそんなに空いていないんじゃないかな、そんなお二人なんじゃないかなとも思います。そしてそうですね、お相手の動き、これからどんな動き見せるのかっていうところです。でペンタクル2番っていうのが心の余裕ができたらとか、自分に時間のゆとりができたらっていうことを表しているので、そのお相手の中で今例えば仕事とあなたと両立するのが難しいっていうふうに考えているのかもしれません。だからちょっとこのすっきりしたら、落ち着いたらとか、時間がゆっくり取れるようになったらあなたと二人きりで過ごしたいなっていうことも考えていると思いますし、お相手の方で余裕が出てきたらっていうことなんです。なので今は余裕がないような状態なのかなと思いますし、その余裕がない原因っていうのはあなたにはないんです。他のところにあると思います。で、強いて言うのであれば、あなたの方でゆっくり待っていて、今はそのお相手に無理に連絡したりとか聞き出そうとせずに構えておいてくださいってことです。いずれチャンスはやってきますので、その時のために念入りに今できることをやっておこうって、そういうメッセージが入ってきています。アドバイスカードはワンドの4番なので、お相手と2人きりで過ごせるようになったらとか、連絡が来たら温かく迎えてあげるとか、お帰り待ってたよとかね、その何でもないように癒しの時間を届ける、癒しの空間を作るとか、そっちの方に集中されるといいのかなと思います。玄関に飾り付けしてますよね。このようにお相手を待つ時間を楽しい時間だと思ってワクワクして、どんな飾り付けをして待っておこうって、それはあなたの心です。心をどうやって飾り付けして待っておけばいいかなっていうふうに胸弾ませて待っておいてください。そしてお相手がなんで今連絡くれないのか、なんとなくそのお相手のお気持ち的なところは見えてきたんですけど、ではもう少し具体的に何が原因で今連絡しない混沌としているのかとか、今こういう沼の中に入っているというかっていうところを見ていきましょう。ノルマンで補足を出していきます。考えていることはカップの2番なので、あなたとやっぱり時間取りたいなっていうことは思っているんですね。ちょっとでも、迷いがあるというか、両立できない、時間が取れないってこともあるかもしれないです。もう少し見ていきましょう。はい、アンカーのカードは一方でお仕事も表しているので、やはり今お仕事に追われているのかもしれないな、リラックスできないなっていうのを感じているかもしれない。で、早くあなたとリラックスした時間を持ちたいなってことも考えてるんですね。少し待ってみましょう。はい、あとはですね、お相手の方でもし動けないこと、お仕事以外にあるとするんだったら、それは多分お相手の中の考え込んでいることがある、悩んでいることがあるのかもしれないなと思いました。それはご家族のことだったりとか、お約束ですね。怒りのカードはずしっと重いものなので、何かお相手の中で重く考えていたり、とらわれていたりすることがあるかもしれないし、またはそうならないようにできるだけふわっと柔らかくしておいてくださいねっていう、そういうメッセージも入っていますから、あなたの方で約束を取り付けないでおくとか、今はねとか余裕ができるようになったらいずれ連絡は来るから、その時に約束を交わすとか、デートの約束するとか、そういうこともいいと思います。今はまず動きすぎないこととか、一人で考えてそのまま決めてしまわないこと、動いてしまわないことっていうのも入ってきています。はい、ではこのように出てきていますので、じゃあ実際にお相手から連絡来るんですかっていうところで、もうすでにこちらのカードに、答えを出していますので見ていきましょう。はい、それはこの2枚から出しています。ドリームリチュアルとトランプからです。まずはトランプのカード。これがディフィカルトといって難しさを表しています。このトランプからもラッキーナンバーとして捉えてください。ラッキーナンバー5番です。そしてドリームリチュアルからは、このカードはカームです。落ち着き、静けさを表しています。やっぱりほっとできるような時間が今このお相手には必要なのかな。またほっとできるようになったら連絡したいなっていうふうに思っています。で、こう見ていくと、お相手とその
カップのねカードが多いので、気持ちを通い合わせる瞬間がやってくるとか、またはほっと一息つきたいな、お茶でもどうですかみたいな、そういう連絡が来るのかなとも思います。そしてあとこちらのカードが、加減の月なんですね。なのでこの加減の月あたりをラッキーデーとして捉えてください。はい、では連絡来るのかっていうことで、答えとしては連絡はやってきます。はい、あの人の今のお気持ちっていうのは、静かな時間っていうのを今求めているんですね。ちょっと今慌ただしい日々を過ごしているかもしれません。その日々から少し距離を置いて自分の心を整えようとしています。心配はいりません。静けさの中であの人の気持ちがまとまって、自然とあなたへの思いが戻ってくるでしょう。連絡が来るのはやはり加減の月、直近で言ったら5月20日、6月19日、7月18日のあたりです。ふとした瞬間にあなたのことを思い出して落ち着いた気持ちで連絡してくるでしょう。例えば夜にゆっくりお茶を飲んでいる時とか、一息ついたタイミングで元気かなっていうふうにあなたのことを考えて、お相手がメッセージを送ってくるかもしれません。はい、安心してください。あなたの方でもゆっくりと落ち着いて過ごしてくださいね。そしてラッキーナンバーの5番も参考にしてください。5のつく日時ですね。あとはですね、朝方っていうのもあるかもしれないですね。ではこちらのカードからあの人とより仲を深めるためのメッセージをもらっています。見ていきましょう。まずはフォーカスですね。ご自身のお顔をよくチェックしてください。毎日鏡で見て自分の健康さですね。肌のツヤとか瞳の輝き、髪のツヤとか、心の状態は体に現れています。自分に集中することですね。そしてこちらのカードも、このカードはルミノシティという光のカードです。この2つからメッセージをもらっていきます。最近あの人から連絡が来ないなというふうにいろいろと考えてしまっているかもしれません。そしてつい不安になってしまったり、自分に何が足りなかったのかなっていうふうに考えてしまうことあったのではないでしょうか。でもこのカードたちはあなたに伝えています。そのいろいろ考えて不安になっている時間を自分のために使ってほしいということを。そしてこちらのトランプもディフィカルト、難しさっていうカードなんですが、このカードはやっぱり辛い状況や孤独感を表す、そんなあなたのお気持ちを表しているんだと思います。ですが同時にそこから抜け出すための実行力や行動のチャンスがあることも教えてくれているんです。このラッキーナンバーの5という数字は変化や成長のサインです。今は自分の内側に意識を向ける時間です。例えば朝5分だけスマホを見ない時間を作ってみましょう。お気に入りのキャンドルを灯して自分と静かに向き合う。あるいは机の上を片付けて頭の中を整理するなど、今は心をクリアにすることで、これからのあなたがどう動くべきかが自然と見えてきます。そしてこちらのフォーカス、こちらのカードが伝えてくれるのは、エネルギーを自分の未来に向けて使おうねということです。待ち続けるのではなく、自分の毎日を少しずつ整えていくことで、あなたの内側にある魅力が自然とにじみ出てきます。そしてこちらですね、ルミノシティ。このカード、これは内側から輝く女性という意味です。ご覧になっている方の性別問わず、自分の内側から輝く光として捉えてください。誰かを追いかけたり、無理に近づこうとしなくても、自分の心と暮らしを整えることで、その光が周りの人、そしてお相手を引き寄せていきます。そんなイメージを持っているカードです。連絡が来ないことを不安に思う日々より、今の自分にできることを一つ一つやっていく。すると不思議なことに、お相手の心も少しずつ動き始めていきます。最近あなたが変わった気がする。そんな風に言われる日がきっと近いうちにやってくるでしょう。焦らなくても大丈夫です。今は自分を大切にする時期。あなたがあなたらしく輝き始める時、あの人の心も自然と近づいてきます。今少し焦っていて、一人で行動を起こそうとしているところなのかもしれませんね。このソードの7番を見ていると、
一人で動こうとしているんじゃないかって、そういうのが出てきていました。ただ勢い余って動いてしまうとか決めてしまう前に、一旦止まって自分自身のために時間を使ったりとか、一旦見直したりチェックしたりとかしながら、ゆっくりと落ち着いてお相手からのメッセージ、連絡を待ってみてください。下限の月のあたりがタイミングです。では、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。このカードです。これは原点回帰という意味のあるカードです。メッセージは、日々様々なことがあって心が疲れてしまうこともあるかもしれません。そんな時はそっと瞳を閉じて深呼吸してみましょう。風がそよぐ音、朝の柔らかい光、静かに広がる夜空、それらのもともとそこにあるものに身を委ねてみてください。あなたはそのままですでに美しく尊い存在です。深く息を吸い込みながら、私は私でいいと静かに心の中でつぶやいてみてください。宇宙も自然もいつもあなたを見守っています。何かを頑張らなくてもあなたは十分に愛されています。自分を信じて、自分の光を信じてください。そしてお相手も信じてください。カップの2番です。決してあなたのことを嫌いになったわけではありません。ちょっと今忙しかったりとか、心の余裕や時間がないのかなっていうのも入ってきていますので、いずれ落ち着いたら連絡やってくると思います。今回は、なぜあの人は連絡しないのということと、連絡は来ますかということについてメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、なぜあの人は連絡しないのということで、あの人が連絡をくれない理由と、これから連絡は来ますかということについて見ていきます。あの人のお気持ちも一緒に見ていきます。よろしくお願いします。では、早速あの人がなぜ連絡くれないのかっていうことを、もうここのオラクルカードで出しています。見ていきます。では、見ていきましょう。アクション、行動っていうカードですね。そのままです。理由はシンプルなのかもしれないし、もしかしたら少し複雑な思いを抱えているのかもしれないですね。まずあの人は今大きな変化の波の中にいるということがこちらから伺えます。何か新しいことに挑戦しようとしているのかもしれません。なかなか時間が取れない状況のように感じます。でも悪いことではなくて、前向きな変化の兆しというのをこのカードは告げています。もしあなたも気になっているんだったら、思い切ってあなたの方から連絡してみるのもありかもしれません。勇気を出してアクションを起こせば、関係はまた動き出します。あの人の様子を伺うように動いてもいいでしょう。状況によっては返信が遅れたり、思ったような良いお返事が返ってこないかもしれません。あの人の変化が落ち着くまでゆっくりと待ってみるのも良いでしょう。ちょっと状況に合わせていきながら行動していくこと、そしてあの人も今変化の中にいる。そしてその変化の波やこの雲ですねが晴れていけば、いずれ連絡が来るんじゃないかな。行動、アクションっていう風に入ってるので、何かしらの、行動として何かアクションを起こしてくれるんじゃないかなと思います。ではタロットカードで見ていきましょう。あの人のお気持ちです。それでは見ていきます。カードは見えているでしょうか。左側があなたです。右側がお相手のお気持ち、本心などを表しています。そしてお相手がこれから先近未来動いてくるかどうかっていうことも出しています。まずあなたの今の考えっていうところでペンタクルの10、お相手の考えていることはペンタクルの6番、お二人の関係値を表すところに教皇、司祭のカード、あなたの本音本心にハーミット、忍者です。でお相手は女帝のカード、
問題点のところにソードのクイーン、お相手がこれから動いてくるのかどうかっていうところでワンドのクイーンです。そしてアドバイスカードがソードの7番として入っています。そして少し気になるので、ルノルマンで、もらっていこうかなと思います。この問題点、今課題として見たいところで1枚出したいなと思っています。1枚出していきましょう。鳥、コミュニケーションを表す鳥のカード。そうですね。では、見ていきましょう。まずお二人の関係性っていうのは、司祭のカードも表している通り、先生と生徒とか立場のあるような関係性かもしれません。ここですね、司祭なので、あなたが通っている、店員さんとお客さんだったり、そうですね、上司と後輩とか、雇われている人と雇う側とか、その何かのね、この、関係性があるように感じます。先生と生徒のような感じもしますし、公的な関係性っていう感じがしますね。かつ同じチームにいると思います。はい、同じチームの仲間とか職場の人とか、そういう感じでしょうか。同じテリトリーの中にいてチームを組んでいる。そしてあなたとしてもそのように振る舞ってるんじゃないかなと思います。お二人が、恋愛関係ですっていう方も中にはいらっしゃると思うんですね。すごく気の合う恋人同士、かつ職場も一緒とか、同じチームの中に恋人がいるっていう感じですね。コミュニティの中に属している。で、その恋人っていうことももちろんありながらも、自分たちのこのパブリックな場の、立場上のね、関係性を続けているのかなっていうふうにも感じます。もちろん片思いの状況でもありかなというふうにしてみますね。あなたの方がお相手に片思いしていて、お相手はどう思ってるんだろうって、この表面的なといいますか、パブリックなところでは仲良くやってるし、うまくいってるって、そこは何ら問題ないっていう風に出てきていますね。なので今回、なんで連絡くれないのっていうのが今回のテーマなんですけど、もしかしたらこのパブリックな関係性上での連絡のやり取りはしてるんだけど、いざプライベートデートしようとか付き合いたいですっていう、そこまで踏み込んだ話になかなかならないなっていうふうに考えている方が多いのかもしれない。もしかしたらね、プライベートの関係性に踏み込んでいきたいんだけど、そこに対してどうすればいいのっていう感じ。そして仕事上の連絡は返信とかは来るんだけど、プライベートなお誘いをしたらパタッと返事が来ないとか、そういうパターンもあるのかなっていうふうに思いました。お相手の考えているところはペンタクル6番で、これは協調とか調和ですね、うまくバランス取れてるよっていうことで、この関係性、パブリックな関係性においてうまくやれてるよっていうふうにお互い感じてるんです。あなたの方もチームバランスいいよねって、チームとして大人数の中で会話もできてるし、チームワークいいよねっていうふうになってるんですね。では本音っていうところを見ていきましょう。あなたのところはハーミットです。これはやっぱりこの恋愛関係になりたいっていう気持ちに対して、あなたが一人でずっと歩み続けている、抱えていて悩んでいる、表に出せないとか、表面的にはやっぱりチームとして向き合っていかなきゃいけないから恋心を見せるべきではないんじゃないかっていうふうに一人悩んでいるような感じですね。暗闇の中を一人でずっと歩いていて、答えを出そうとしている、答えというかね、どうしたらいいのかなっていうふうに模索していたりとかするんです。そしてお相手の心の中っていうのが女帝のカードで、これはあなたに対する思いだから恋愛感情あるんですよね。となると、やはりお二人の間で課題点になってくるのは、この今のパブリックな関係性をそこからどうやって深い関係性に持ち込んでいくのかっていうところが大きなポイントなのかなと思います。で、加えてソードのクイーンのカードなんですね。お仕事バリバリ頑張っていますかっていう風に入ってくるんですが、いかがでしょうか。お仕事じゃなかったとしても、その同じコミュニティの中であなたがかなり活躍しているんじゃないかなと思うんですね。今のこの立場をなかなか崩せないとか、仕事のこともとかチームのことも考えると、
こっちの方も頑張りたいしっていうふうにあなたの中で思っていて、お相手のお気持ちどこまで汲み取ろうかなとか、これ以上好きとか恋愛感情を見せちゃうとバランス崩れちゃうんじゃないかなってお互い感じているところがあるような気がします。恋愛だけに集中できないというか、あなたの方がと思いました。これはね、このあなたっていう風に入ってきてるんですけど、どうでしょうか。逆にお相手の方がそのような立場かもしれないんですけど、今私のところに入ってくるのは、あなたもそのお相手と同じぐらい頑張んなきゃって、お仕事とかそのコミュニティかもしれないですよね、趣味のサークルとか、そこの中で自分も頑張んなきゃってことを考えているから、何かこうね、そこでお互いが一歩踏み出せないような感じがします。お相手も相当あなたに惚れていると言いますか、気になっているんですよね。ただ今の関係性を保ちたいなっていうことも考えているので、ここちょっとポイントですね。そして補足のカードで鳥のカードが出てきているので、やっぱりこれからコミュニケーションどう交わしていくってことです。で、全然交わせているんですよ。で、問題のコミュニケーションっていうのはプライベートなコミュニケーションです。1対1になるとか、デートするとか、恋愛関係としてアタックする、アプローチするっていう意味のコミュニケーション、おしゃべりとか、もっと深く立ち入っていくっていうことだと思うんですね。ここ少し作戦が必要かもしれません。全然会話できる関係性だと思うので、問題はその恋愛関係になるための連絡のやり取りなんじゃないかなというふうに見ました。かつ今の関係性を崩さずにどうやってやっていこうかっていうところなんじゃないかなと思います。で、そしてお相手のこれから近未来の動き、連絡してくれますかっていうことに対しての答えとしては、ワンドのクイーンなので連絡します。で、ここから感じるのは、恋愛関係として前向きにこの人検討してるんじゃないかなっていうことで、そういう意味を含めての連絡があるんじゃないかなと思います。何か今の関係性上、お仕事だとしましょう。お仕事上の連絡は普通に毎日多分やろうと思ったらできるんですけど、これはお仕事ではなくてデートとか2人きりで遊ぶとか、またはみんなでかもしれないんですけど、飲み会開きましょうとかっていうことをこの人が提案するかもしれません。そういう意味であなたとなるべく関わろうとする、そういう連絡をしてくるんじゃないかなと思うんですね。活発的に動いてくる、明るくさらっとした感じで動いてくるかもしれません。実はではなくて、今度みんなで飲み会しようと思うんだよね、君もどうみたいな感じでふらっと誘ってくるのかなっていう感じもします。そして今この人が連絡をくれない理由としては、変化の中にいるからっていうことなんですね。どうしましょう。この今のパブリックなバランスを保ちながら、どうやって深い関係になろうかってことをお互い考えているような気がしますね。あなたの方は一人でじっくりと考えてる、どうしようどうしようってなんか一人で考えてる感じ。でもお相手はもうちょっと明るいかもしれません。フランクに接してくるかもしれないですね。で、ポイント、ここなんですよね。押さえておきたいポイント。で、一瞬そのライバルの存在がいるのかなっていうふうにも思ったんですけど、それはそのお相手に恋人がいるとかではなくて、お相手のことを他にも好きな人がいるのかなと思ったんです。この人は完全に本命があなただと思いますので、心の中はあなたです。他にもこの狙っている方が、ライバルがいるのかなっていうふうに思ったんですけど、もしそれで心当たりのある方はそうかもしれません。ただお相手の心の中はあなただよっていうふうに言われていますから、そのライバルの存在は無視してください。要するに2人の関係性をどうするのかってことに集中することが今は大切なのかな。そして仲をどうやって育ませるのかなってことを考えてみることですね。話すこと、伝えること、LINE、メールとか、あと言葉で伝えてもいいですし、電話でもいいですし、何かしらの形でコミュニケーションをとっていくことがアドバイスカードです。そしてこちらもアドバイスカードでソードの7番のカードなので、言葉遣いとか文字の使い方
その一文一文とか、長くなりすぎていないかなとか、冷たく感じられないかなとか、そういうところに注意を払っていきながらお相手とやり取りをしてみてください。ソードの7番っていうのは一人で向かっていくカードなんですね。車に、これはナイフとか、そうですね、を乗せて、ナイフですね、乗せて向かっていくっていう絵柄なんですけど、ハイウェイですかね。急いで行き過ぎないこと、行き急ぎすぎないことっていうのがアドバイスカードです。で、こうやってハーミットで一人でぐるぐる考えてしまって、そこでプツンと何かのタイミングで一人で突っ走ってしまう、決めてしまうとか動いてしまうってこともあるかもしれないので、一旦それは周りの状況をよく見ながらゆっくりと落ち着いて対応していくこと。こちらにもありましたよね。あなたから動いても全然ありだよって。だけどお相手の状況をよく見ながら動くのか待つのか判断してみようねっていうことかもしれませんね。では、お相手から連絡来ますか、いつ来ますかっていうことをこちらのカードから出していますので、このカードから見ていきましょう。ドリームリチュアルのオラクルカードです。このカードはノーリッシュ、育むとか、養育っていう意味があります。育てるですね。じっくりと関係性を育んでいって美しい実りを育んでいきましょう。そしてこちらが上限の月が描かれています。お相手から今そのテーマとなっているのが、多分その恋愛関係的な連絡が来るかどうかだと思うんですね。なので情熱的なアプローチだったりとか、二人きりでどうですかっていう、そういう熱いお誘いが来るタイミングとしては、この上限の月を参考にしてください。そしてノーリッシュね、育むっていうカードなので、じっくりじっくりコミュニケーションを重ねていきながらお相手との恋を進めていってください。そしてこちらのトランプからもラッキーナンバーを出していきましょう。ラッキーナンバーは9です。あんまり不安に思わないでくださいね。大丈夫ですよっていうことです。連絡は来ますかということなんですが、このノーリッシュのカードは支えとぬくもりを表しています。あの人は今自分自身を大切にする時間を過ごしています。何かを頑張っていたり生活を整えたりしていて余裕がなかったのかもしれません。何かの変化の最中にいたかもしれませんね。でもあなたとのつながりが支えになっていることは忘れていません。連絡が来るのはこの上限の月なので、直近で言いますと6月3日、7月3日とか8月1日のあたりでしょう。前向きな気持ちが湧いてきて話したいという気持ち、そしてそれは情熱的なお誘い、恋愛的な意味で話したいというふうに感じる、そんな思いが強くなりそうです。例えばお相手が新しいことを始めた後や自分の成長を感じた時に、あなたと気持ちを共有したくなって連絡しようとお相手は思うみたいです。はい、新しいことを始めた時やご自身、お相手の成長を感じられた瞬間に、あなたと恋愛的な意味で話を進めたいっていう風に連絡が来るかもしれないですね。上限の月を参考にしてください。そしてあの人とより仲を深めるためのメッセージもこちらのオラクルからもらっています。問題は今のそのパブリックな関係をどう超えていくのかっていうことなんじゃないかなと思います。見ていきましょう。グロースのカードですね。あとコミットメントのカードも出ています。夜ふとスマホを見つめてしまう瞬間、あの人何してるのかな、嫌われちゃったのかな、恋愛関係に発展しないんじゃないかななど、あなたは心の中でもしもっていうことでいっぱいになっているのではないでしょうか。ウォーリーズ、このカードは考えすぎや心配しすぎというのを表しています。あの人のことを大切に思えば思うほど不安が大きくなる。それはあなたの優しい心の証です。でも今のあなたに必要なのは自分をいたわることです。9という数字は完成と手放しを意味する数字です。今こそこうあるべきとかこうじゃなきゃダメという気持ちを少し手放してみるタイミングです。このグロースも成長を表しているんですよね。このノーリッシュと少し似ていますね。あなたはちゃんと育ってきているよ。これからのあなたはもっと大きく広がっていけるというこのグロースのカードが伝えてきてくれています。
もっともっと花開かせて成長美しくなれるんだよということですね。今までの経験も悩んだことも全部があなたを育てるための土、大地だったんです。焦らなくても大丈夫です。本当に大切な関係のお二人。だからこそちゃんとお互いのタイミングで近づいていきます。今はあなた自身としっかり向き合うことにコミットしてみましょう。あの人を好きな気持ちはそのままでいい。まずは私が心地よく過ごせる毎日を作ることに力を注いでみてください。自分自身に水やりをしてください。このコミットメントのカードが教えてきてくれているのは、誰かを愛する前にまず自分を大切にする心です。連絡を待ち続けて不安になるよりは、私が今幸せでいるためにはどうしたらいいのかと自分に優しく問いかけてみてください。心がほっと緩んだその瞬間、あの人との距離も不思議と近づいていくはずです。待つ恋から育てる恋へ、まずは自分の心に優しく寄り添いましょうというメッセージです。あんまり心配に思わないでくださいね。はい。コミュニケーションを交わしてお互いの関係性を育んでいく。そしてあなた自身も自分にまず優しくして自分自身を成長させていきましょう。しっかりと花開いていきますよというメッセージです。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは疑いを捨てて今あなたが羽ばたく時がやってきていますというメッセージ。今の私で本当に大丈夫かな、そんな風に思うこともありますよね。あなたは本来もっと自由でもっと輝く存在なのです。誰かの言葉や不安に縛られる必要はありません。もしかしてという小さな疑いをそっと手放してみましょう。それだけで心はふわっと軽くなります。あなたの笑顔には人を照らす力があります。迷うことなく今のあなたのままでどうか軽やかに羽ばたいていってくださいというカードです。何にも縛られることないですよ。不安に思い込みすぎることもないですよ。自分自身どうやったら毎日楽しく生きていけるかな、過ごしていけるかなっていうことを考えていると、自然と2人の関係性は進んでいきます。そしてお相手の方もプライベートの連絡がありそうなんですね。なので、はい、状況に合わせてあなたから動いてみたり、お相手の動きを待ってみてもいいでしょう。こちらのメッセージを参考にしてください。今回はなぜあの人は連絡しないの？もし連絡があるとしたらいつ頃来ますか？そしてあの人の気持ちはどうですか？ということをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、なぜあの人は連絡をくれないの？ということで、連絡をくれない理由や、連絡これから来ますか？それはいつですか？ということなどをメインに見ていこうと思います。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、選択肢のカードはこちらになります。そして、オラクルカードでもうこちらになぜあの人が今連絡をくれないのかっていうことを出しているので見ていきます。はい、では見ていきましょう。インナーピース。このカードはそうですね、この心の中の平穏さ、穏やかさっていうことで、あの人の心の中っていうところですね。あの人が連絡をくれない理由というのは、今静かに過ごしたいからなのかもしれません。あの人は心を落ち着けたい時間を取ろうとしています。それは決してあなたが嫌われたわけではありません。むしろあなたを信頼しているからこそです。だから自然体でいられるということなんですね。無理にことを動かそうとせず、あなたも心穏やかに待ってみてください。そうですね、お互いにとってちょうどいいタイミングが来たら、自然と連絡がまたやってくるのだと思います。穏やかなカードが入っているので、なんかこう今はゆっくりしたいなっていう、そういう気分なのかなと思いました。はい。ではここからタロットでお二人の関係性、あの人の気持ちを見ていきます。
はい、それでは見ていきます。まずはあなたの考えているところ、カップのクイーンですね。お相手の考えていることはペンタクルのエースです。そしてお二人の関係性としてはワンドの5番、で、あなたの本心はワンドの10、そしてお相手はチャリオットで、今の課題点っていうところにペンタクルのキング、お相手が近未来動いてくるかどうかっていうところはペンタクルの6番、そしてアドバイスカードはワンドのクイーンです。1枚タロットカードを追加しようと思います。まずはあなたがお相手に対してその深い愛情を向けているということ、そして本心は疲れてる、負担が大きい、これを思うと一部の方かもしれません。他の人の存在が入ってくるかもしれないですね。ちょっと人物のカードが多いので、カップの8、はい、そうですね。そのお相手の方にではなくてあなたの方にな気がするんですね。なんかちょっとつきまといみたいな感じで、ちょっと自分の中で心結構重くなってるんですね。で、なんでかって言ったら、例えば年上の男性とか、そうですね、それはあなたのパートナーかもしれませんし、あとはあなたのことを好きだよって言ってくる他の人の存在かもしれません。何かこう圧を受けているような気がします。圧と言いますか、好意を向けられているんだけど、でも私この人のこと好きなんだよねっていう、そういう状況かもしれませんし、あと前の恋人だったりとかで、もうね、私はその前の恋愛からもうさよならして、今新しい恋、この人との恋を始めていきたいって思ってるのって、そういう風な方もいるかもしれません。何かここの中でね、こうもつれ、対人関係のもつれを感じるなというふうに思いました。なかなかこう割り切られないから、割り切ることができないから自分の中で負担になって考えちゃうんですって。ただこの好きなお相手に対しては自分は純粋なる愛情でこう愛情を向けているんですけど、2人の関係性を見るとワンドの5番も入ってきてるので、中にはね、こう好きなんだけど喧嘩しちゃったっていう方もいるかもしれませんよね。こう争いなわけではないんですけど、少しこうぶつかり合っちゃったりとか衝突したりとか、そんな関係性なのかな、競い合っているとか、そういうこともあるので、そうですね、今の関係性としては、穏やかではない、何かあったので今ちょっとだけ期間が空いているとか、この人の中でもインナーピース、心の穏やかさを取り戻すっていうことね、心が落ち着いたら落ち着けたいっていうことを考えているし、ただ本心のところではチャリオットが出ている通り、落ち着いたらあなたに連絡したいなっていう気持ちもあるし、今考えていることもペンタクルエースなので、始めたいこと、あなたと話し合う時間が欲しいとか、向き合いたいとか、そういうことを考えてます。前向きですね。幸運を手にしたい、会えたらいいなとか、そういうことを考えてるんですね。ただ周りの人がちょっと気になるなっていう感じがします。じゃあどうやって動いてくるのっていうふうに見ると、ペンタクル6番なんです。まずはバランス取ろうとしますね。喧嘩しているんだったら、ごめんね、仲直りしようっていう感じで来ると思いますし、自分の方は心落ち着いたからっていうことで連絡してくると思います。それ以外だとしたら、そうですね、あなたの方で、周りに人がいるなっていうのを少し感じるので、あなた自身の環境の整理っていうのが今求められているのかもしれません。抱え込んでるものがたくさんありすぎる。それはお仕事ですか？それとも気持ち的なことですか？好きなお相手と恋愛関係になっていけない。それは私の方に原因があるっていうふうに考えすぎてはいませんか？ということ。そしてお二人の関係値のところ、補足でツリーのカードを出しています。悩むこと、迷うことたくさんあります。お二人の関係性の間で揺れ動くというか、まだあなたが疲れすぎていて、まずは心身のバランスを整えることが第一優先なのではないでしょうかと出ています。はい、お相手と喧嘩したわけではなさそうな気もしますね。絆や信頼関係を育むという意味のあるツリーのカード、または健康状態そのものを表しています。つまり
ここにオーバーワークのカードが出ているということは、あなたの方が今心身のバランス、体調不良とかかもしれません。なのでそのお相手も今ちょっとだけ自分の中で落ち着きさを取り戻して、折を見てあなたに連絡しようっていうふうに思っているかも。うまくバランスを取っていきたいっていうカードが出てるので、そのあなたに大丈夫っていうふうに、体は大丈夫になったとか、怪我は治ったのとか、そういうことで話しかけてくるかもしれませんね。またはそのお仕事のことをきっかけにして話しかけてくる、そんな気もします。そうですね、どうでしょうって、その過去にとらわれすぎていませんかとか、今いる場所からなかなか動けないとか、お相手のことを思い続けてはいるんだけど、環境的に自分で変える余力がないというか、エネルギーチャージが今必要かもしれません。そんなメッセージが入ってきています。アドバイスカードもワンドのクイーンなので、自分らしさとは何みたいなところで今あなたが思い悩んでいるのかもしれません。過去にとらわれすぎているのかもしれませんし、未来に向けて今自分らしくいられないとか、あれ自分ってどうやったらいいんだっけ、どうやったら輝いていけるんだっけとか、手放しってなんだっけとか、そういうところに今いるのかもしれないですね。なのでご自身の魅力を信じて進んでいくこと、進むというか、お相手の方から動いてくると思うので、その時に受け止める、うまく受け止める、本来受け止める力を持っているんですけど、今のままだとあなた疲れてしまって、受け止められるものも受け止められなくなってしまいますよねって。なのでこの背中に背負っている荷物を少し手放して軽くしていきましょう。荷物は少なくていいんですよって、シンプルでいいんです。そしてさっと電車に乗って行きましょうって。何か積み重ねてきているものに対してのこだわりとか悩みとか、あと私はこれを守っていかなきゃいけないんだっていう責任感もあるかもしれません。そこをいかに手放していけるのかとか、自分の中でどう整理つけるのかっていうことがテーマになってくるのかなとも思います。で、お相手から連絡来ますかってことなんですけど、来ると思います。来るの内容としてももう出てるかなと思います。大丈夫とか、そうですね、気遣うようなお声掛けだと思いますね。ちょっと時間あるかなとか、そういうことだと思います。ではそれは一体いつなのかっていうことで、こちらの2枚のカードから出しています。トランプの方を見ていきましょう。10です。10がラッキーナンバーなので、10のつく日時を参考にしてください。はい、そしてあとはクリエイトのカードですね。これは新月を表しています。なので新月のあたりがタイミングかもしれません。想像する、クリエイトするっていうことなので、あなたのアイディアを形にするっていうメッセージですね。あとはお相手がそれを形にするのかなとも思います。こちらの方が動きがあるので、お相手側の方が。で、あなたがそれをお相手の動きを受け取るための準備をするという流れでしょうか。そのように感じました。まずはこの想像とひらめきですね。あの人の気持ちは次の新しい展開をもうすでに迎えています。今はまだ形になっていませんが、こんなことしたいというアイディアが生まれていく時間、そんな時かもしれません。生まれている最中、アイディアが生まれている最中、あなたとこういうことしたいってことですね。なので考えがまとまるまで連絡をしていないのかもしれないですね。その心が落ち着くまでっていうのは、こんなことしたい、あんなことしたいっていうことがまとまるまでの時間だったのかもしれません。もうすぐ新しい気持ちでこのお相手は動き出してくるでしょう。そして新月の絵柄なので、直近で言いますと5月27日、6月25日、7月25日のあたりです。この新月の時のタイミングを、メモしておいてください。例えば何か面白いことを思いついた瞬間に、これをあなたに話したいとワクワクした気持ちでメッセージを送ってくる可能性があります。ではあの人とより仲を深めるためにどうすればいいのかなっていうのも、こちらのカードからもらっていきましょう。インスピレーション、刺激を与え合うですね。クリエイトと相性が良さそう。そしてこちらレインボーリバイバーといって、虹を復活させる人なんですね。虹って言ったら希望の象徴です。あなたの希望を復活させるとき、
抱え込みすぎていますね。足取りが重くなっているような感じです。今こそきらめきを取り戻す時です。はい、発見っていう感じもしますね。見つけるぞ、再確認するぞっていう感じもします。今のあなたはそうですね、心の中に雨が降っているような感じかもしれません。返事が来ないトーク画面を何度もスクロールしてみたり、通知音に過敏に反応してしまったりとか。ですが、その沈黙の中にあなたが気がついていない光がもしかしたらあるのかもしれません。こちら、悟りを表すカードです。このカードは、ここですね、悟りは一見すると終わりを意味する少し切ないカードです。しかし本当の意味は新しい始まりへの準備。もうこれ以上心が傷つかないように、あなた自身が静かに区切りをつけて次に進むタイミングを教えてきてくれています。はい、抱え込みすぎているものを手放して次へというメッセージが強く入ってきています。ラッキーナンバーは10で、この数字は完結と次のステージを表す数字です。つまり今のあなたは新しい自分に生まれ変わる人になろうとしている最中。インスピレーションのカードからは、日常の中にある小さなきらめきに目を向けてというメッセージです。そうすれば心が潤います。例えば、いつも通る道に咲く花、ふと耳にした音楽、夜空の星、どれもあなたの心に恋がしたい、あの人と笑い合いたいという気持ちを呼び覚ましてくれます。そしてこちらですね、レインボーリバイバー、虹の復活者のカード。これは心に元気を取り戻す魔法のようなイメージです。少し疲れたなと思ったら、そっと目を閉じて頭のてっぺんからカラフルな虹が流れ込んでくるのを想像してみてください。全身が優しい光に包まれるように、心がふわっと軽くなっていきます。それはずっと心の奥深く、あなた自身を癒してくれる心のギフトです。もしかするとあの人が今連絡をくれないのは、あなたにこの心の再生の時間を与えてくれているからかもしれません。焦らなくてもいいです。あなたが楽しそうにしている姿、優しく笑う笑顔、そんなあなたにもう一度惹かれてあの人が連絡したくなる日がちゃんと訪れます。今は少しだけ空を見上げてみましょう。あなたの心が晴れていくことで、あの人との空もきっとまたつながっていきます。まずはあの人ではなくて、あなた自身の状況、環境っていうところが今回3番さんのテーマになっていました。いかがでしょうか。あの人は今心に落ち着きさを取り戻したいとか、ゆっくりして時を見て連絡しようっていうふうに思っているので、かなりあなたを気遣っているなっていうふうに感じました。本当だったらもっとぐいぐいと行きたいなっていうところではあるんですね、お相手のところは。しかしバランス見ながら話しかけていこうっていうふうに思っています。で、何か新しいことを一緒に始めたいとか、おしゃべりしたいなとかね、絡み合いたいなってこと、絡みが欲しいなっていうのを考えています。何かのツールを使ってっていうことですね。こちらもぜひお受け取りください。では、選択肢からのメッセージをもらっていきましょう。これが The Now 今です。今という時間です。未来のことばかりとか過去のことばかり考えて心が落ち着かなくなることもあるでしょう。けれど一番大切なのは今です。目の前に広がる空、耳に届く音、そっと感じるぬくもり。ほんの少しスマートフォンを手放して静かにお茶を入れてみませんか。瞳を閉じて心の中でありがとうとつぶやいてみるのもいいかもしれません。未来は今の積み重ねで形作られるものです。今日のあなた自身をどうか愛しく大切にしてください。今という時間を大切にしてください。お相手も同じように今という時間を大切にしています。過去を手放し、過去や未来にとらわれすぎず、荷物を軽くして心の重さを軽くして、そして進んでいきましょう。一歩ずつ一日一日進んでいきましょう。そんなメッセージです。新しい発見、気づきが訪れるかもしれませんよっていう、そういうメッセージもあります。お相手からの何気ない一言によって気づきを得られるとか、そういうことも考えられます。お相手からの連絡、ぜひ待ってみてください。今回はなぜあの人は連絡しないの？その理由といつ連絡来ますかということ。
そしてあの人のお気持ちについても見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。なぜあの人は連絡をくれないのというのをテーマに見ていきました。連絡をくれない理由、そしていつ頃連絡来ますかという具体的な時期と、あとはお相手のお気持ちっていうのをテーマに見ていきました。今回はこの3択で見ていきました。そしてアフタートークは共通メッセージでこちらのオラクルカードから、癒しのメッセージをいただいていこうと思います。ではカードをシャッフルしていきましょう。この1枚とこちらに飛んだので、こちらの1枚ももらって見ていきます。じゃ今回は2枚で共通メッセージをもらっていきます。はい、人生は奇跡の連続です。あなたの人生には今まで奇跡が数多く存在していました。生まれてきたこと自体が奇跡であって、たくさんの出会いも偶然ではありません。今ここにある命に感謝して、これからも多くの奇跡を楽しみにしてください。はい、そしてもう一枚、いつも自分を愛してください。楽しい時、悲しい時も嬉しい時もいつも自分を愛する。世の中で自分を最も愛することができるのは自分です。愛する人に対する頑張りも褒めてねぎらいましょう。時にはとっておきのご褒美も必要です。あなたがあなたを満たしてあげれば、もっと愛されるようになっていきます。まずは自分を愛しましょう。そして奇跡の連続。人生というのは奇跡の連続だというふうにカラフルにイメージしてください。ご褒美っていうのがありますから、ご自身にとってのご褒美を与えてもいいかもしれませんね。自分の好きなことをやるとか、好きなもの、美味しいものを食べるっていうこともいいかもしれません。この癒しのメッセージもぜひお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チラでした。